週1で続けた視聴者さんがマイナス20キロ痩せた、室内でできる飛ばない有酸素運動をやっていきます。まず、足、肩幅ぐらいに広げて、超軽めスクワットです。肩幅よりちょっと広めぐらいですね。こんぐらい。スクワット。手は前で合掌いきましょう。これぐらい軽くです。本当に軽く。呼吸止めない。こう前のめりにならないように、後ろに置いてある椅子に座るように軽くスクワットしていきましょう。まず準備運動です。よし、OK です。そしたら足、これぐらいですかね。広めに開いて、交互に伸脚していきます。呼吸は止めない。ちょっと内ももが軽く伸びるぐらいやっていきましょう。頑張れる人はもっと広く広げて、これぐらい深くやっていくといいと思います。もう自宅でできるね、室内の、飛ばない有酸素運動なので、ぜひ気軽にね、なんかもう上を着替えて、よしやるぞなんて感じじゃなくて、まあまあパジャマのままとか、これ僕も完全寝巻きですけど、こんなままね、ラフにやっていただければと思います。呼吸だけ止めないようにしましょう。で、どうしてもね、運動不足の方、もうどんどん代謝悪くなって、痩せづらくなってますので、これ全然毎日じゃなくていいです。毎日じゃなくていいので、ぜひ3回チャレンジ一緒にやってみませんか。週に1回でも習慣化なんで、週に1回やって、3週間かけて3回やっても OK ですし、10日間かけて3回やってもいいですし、3日連チャンでも全部 OK です。運動不足のね、体をちょっとずつ、動かしていきましょう。よし、OK。大丈夫ですか？ついてきてますか？普段ね、こう、立ったままやるの珍しいんで、大丈夫でしょうか？いきます。次はですね、脇腹のストレッチです。右、左、交互にやっていきます。まあ、足は肩幅で広めぐらいで、こんな感じ。脇の下、脇腹が伸びるなってぐらいまで伸ばす。戻す。これ繰り返しましょう。普段はね、ベッドの上でできるストレッチばっかりなんですが、たまには、もう自宅でできる、室内でできる飛ばない有酸素運動。これやるとね、正直やっぱり代謝上がります。脂肪燃焼の効率も上がるので、個人的にはおすすめなんですけど、なんせ僕もズボラなので、僕自身もね、結構この撮影しんどいんですが、皆さんがきっと3回頑張ってくれるんじゃないかなと思って撮ります。ちょうどね、5ヶ月前、半年前ぐらいにこの動画出したんですけど、本当にコメント欄がもうコメント1000件、1100件以上ついて、すごいことになってるので、これはぜひ、もう一回撮って、ぜひもう一回で皆さんがね、やるぞと、やるきっかけになればなと思います。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。ついてきてますか？サボりながらで OK です。呼吸整えながらいきましょう。手、肩に添えます。で、このまま大きく肩回ししていきましょう。呼吸を止めないようにしましょう。ゆっくり大きく回す。で、この時ね、肩バキバキなるよって方は、まあ、ならない範囲でもいいですし、痛みがなければバキバキなってても問題ないです。大きく大きく。これね、早く回すっていうのも普段動かさない範囲で大きく回してほしいです。で、肩、痛みがある方は、痛みない範囲でね、回していきましょう。呼吸だけ止めないようにしましょうね。よし。で、次、逆、前回しもいきましょうか。残り30秒、前回し。で、こうやってね、肩の種目なんか、これ全然座ってても問題ないので、これ僕のうちの下の子ですね。今年3歳になる下の子の椅子なんですけど、こうやって座って、もう、休憩しながらやってもらってもいいです。呼吸だけ止めないようにしましょう。もう別に床に座ってサボってやってもいいですからね。もしくはもう、完全に休憩してもいいです。無理せずできる範囲でやっていきましょう。よし、OK です。次はスクワットしていきます。足、肩幅でもちょっと広め、こんなもんですかね。開いて、つま先は斜め45度、そのまま手は正面でスクワットしていきましょう。横から見るとこんな感じです。イメージとしては、後ろに置いてある椅子に座るイメージ。座るイメージ。前のめりにならないでくださいね。後ろに置いてある椅子に座るイメージ。まあ、このまま、ちょっと椅子に座って休憩してもいいですし、無理せずね、できる範囲でやりましょう。ちょっとジョージが邪魔なので。よし。呼吸だけ止めないようにしましょう。ちょっとね、他の YouTuber さんの、自宅でできる、
室内の有酸素運動よりは、だいぶ緩めとなってます。でも十分ね、これでも効果ありますし、汗かきますので、無理せずできる範囲でやっていきましょう。で、間違っても毎日必ずやらなきゃとか、もう完璧に全種目こなすんだ。そんなマインドは禁止です、ズボラストレッチは。目的は習慣化なので、週に1回でもね、できれば習慣化ですので、できる範囲でやっていきましょう。後ろに置いてある椅子に座るイメージ。よし、OK。そしたら次ですね、腕回ししていきます。腕回し。腕回し。後ろ回し。前回し。後ろ回し。前回し。なんですが、これ実際内もですね、ちょっと今ぶつかっちゃったんですけど、もう場所がないって方いいです。さっきのこれでいいです。後ろ回し。前回し。できる人は大きく回す。大きく回す。できたらね、この後ろにしっかり回してほしいですね。後ろに。体の前でちっちゃく回してほしくないんで、後ろに大きく。大きく。ぶつからない程度に。そして皆さん見ていただけましたかね。僕、3ヶ月で6キロ痩せたんで、3ヶ月で6キロ痩せた、このサムネイルのダイエットルーティン動画を出したんですけども、すごく非常に好評でですね、参考になったっていう声がめちゃめちゃ多いので、概要欄とね、固定コメント、リンク貼っておきますので、ぜひこのサムネイルの、ダイエットルーティン動画ご覧いただけると嬉しいです。もう半年ぐらいかけてね、めちゃくちゃ大変だったんですけど、撮影編集頑張りました。よし、OK。そしたら次はですね、肩幅よりちょっと広めぐらいですかね。これぐらいまで開いて、前に倒れて、手横に広げて、ねじる、ねじる、ねじる。大丈夫でしょうか。いきますよ。広げて、前に倒れて、このままねじる、ねじる。で、僕みたいにね、家狭いとスペース取れないと思います。その方はいいです。これで。できる種目にね、変えましょう。うちもこの部屋見ての通り全然広くないので。なんかね、こう、狭いからできないとか、マンションだからできない、自宅だからできないではなくて、どうしたらね、自宅でも有酸素運動できるのか、そんな考え方でやっていけたらと思います。できる方は、このまま横に広げて、できたらね、ちゃんとこっから曲げる。股関節から曲げる。呼吸は止めない。膝もできたら伸ばして。で、きつかったら、休む。もう無理しない。無理してね、嫌になっても明日から嫌だってなったらもう元も子もないので、無理せずいきましょう。OK です。そしたら次、背中使っていきます。両手万歳して、手のひら外向けながら肩甲骨寄せる。両手万歳して、手のひら外向けながら肩甲骨ギュッと寄せる。両手万歳。手のひら外向けながら肩甲骨ギュッと寄せる。寄せる。寄せる。限界まで手高く上げて、この時手のひら外向けながら肩甲骨ギュッと寄せる。胸はこう猫背じゃなくて、ちょっと胸張っとくぐらいがいいですね。姿勢も良くなりますし、肩こり腰痛にもね、めちゃくちゃおすすめです。こう広背筋って背中の筋肉なんですけど、手を上げた時にね、伸びるんで、普段全然使ってない筋肉なので、しっかり万歳して、肩甲骨寄せる。で、意識してやっていきましょう。で、疲れたら水分補給忘れずに、僕はちょっと人工甘味料不使用になったスマートタンプカのミックスベリーを、この有酸素運動用に作っておいたのでいただきます。これね、人工甘味料不使用になった方が美味しいんじゃないかぐらい、ミックスベリーの人工甘味料不使用、めっちゃ自信あります。よし、OK です。そしたら次、これ、ラジオ体操とかにもありますかね。体回しっていうんですか。こうやって体を回す。右、左、回す。で、大きくですね。速くなってもいいんで、大きく、普段動かさない範囲で大きく回しましょう。ちょっと胸張った状態ぐらいですね。胸張った状態ぐらいでグッと大きく。自分のペースでいいですからね。僕、ちなみにね、僕はちょっとエアコンつけてます。弱い風弱くして。じゃないともう、ほんと夏場ね、汗だくになっちゃいますので、なんか汗だくでね、もうサウナみたいな状態で、やる動画ではありませんので、全然エアコンつけたままやっていただければと思います。で、やるタイミングなんですけど、いいです。朝でも昼でも夜でも。習慣化が目的なので、皆さんがね、続きやすいタイミングでいいです。
まあ、ただお風呂上がりだとちょっと汗かいちゃうかもしれないんで、お風呂上がりじゃない方がいいんじゃないかなと個人的に思います。呼吸だけ止めないようにしましょう。よし、OK。ついてきてますか？大丈夫ですか？そしたら次、肘を伸ばしきる。伸ばしきる。で、体の前で伸ばすんじゃないです。体の後ろに伸ばしきる。戻す。伸ばしきる。戻す。これ繰り返しましょう。二の腕、背中を使ってます。なるべく胸張った状態で伸ばしきる。伸ばしきる。呼吸を止めないようにしましょう。曲げ切る。伸ばしきる。なるべく後ろ。あんま猫背のままにないでくださいね。なるべくピンとして張って。もう全身のストレッチの動きも入ってる、有酸素運動ですので、めんどくさい日はね、ストレッチとこれだじゃなくてもうこの動画だけでも全然 OK です。そして、いつも言ってるんですけど、ズボラストレッチね、倍速で見てもらっても全然いいです。完璧にこの室内のね、有酸素運動を毎日、隅から隅までやろうではなくて、倍速でやる日もあれば、1.5 倍速の日もあれば、皆さんが好きなようにやってもらえればと思います。もちろんね、長い分数やった方が効果高いですが、習慣化できないと何の意味もないので、皆さんがやりやすいペースでやっていただければと思います。よし。OK です。次、ちょっとだけきついスクワット、ワイドスクワットいきます。足肩幅より広め、これぐらい開いて、つま先斜め45度、そのままスクワット。斜め45度開いて、スクワット。後ろに置いてある椅子に座るイメージです。これも。呼吸止めないようにしましょう。お尻使う感覚ありますかね。で、この時、膝がね、内に入っちゃ全然効かないです。膝、つま先と同じで斜め45度外向けたまま。後ろに置いてある椅子に座るイメージ。で、ここまで深くできないってことはいいです。これぐらい浅めでもいいです。できる範囲で OK です。呼吸止めないようにしましょう。ちょっと疲れました。室内で熱中症の中全然いますので、それだけはならないように気をつけてください。よし。ラスト1回。よし、OK。そしたら次はですね、腕を外にぐっとねじる。戻す。外にねじる。戻す。繰り返しましょう。で、そうですね、斜め45度ぐらいですかね。で、外にグッとひねった時に、胸をグッと張る。このままやってもしょうがないですからね。グッと、胸をグッと上げて開くみたいな感じですか。開く。戻す。開く。戻す。開く。ちょっと軽く上向くくらいちょうどいいかもしれないですね。僕はこれだけサボりサボりでも、ちょっと汗ばんできました。そして最初に言った3回チャレンジですね。よく1週間チャレンジ、7回やりましょうってことも言ってるんですけど、まあそのね、7回もしんどいって方も中にはいると思いますので、3回です、3回。毎日必ずじゃなくて、週に1回の3回でいいです。極端な話、今日、明日やって、2週間後にもう1回やる。これでも3回、OK です。必ずね、こうしなきゃいけないっていうのはもうズボラストレッチは一切ありませんので、できる範囲でやりましょう。OK です。そしたら次、手を、後頭部組んで、このまま、右肘で右膝タッチ。左肘で左膝タッチ。これ繰り返しましょう。呼吸止めないようにしましょう。これはもう脇腹です。お尻も効きますね。で、体の前でタッチっていうのがなるべく真横でタッチ。真横でタッチ。本当にきつかったらサボりサボりでいいですからね。今ね、これ1種目60秒にしてるんですけど、きつかったらね、倍速にするのか、30秒やって30秒休む。それでも OK です。呼吸だけ止めない。本当にきつくなってきた。もう座ったりね、こうやって休憩しながらでいいですからね。
よし OK です。次、首のストレッチやっていきます。右手後ろに回します。で、左手で首を左に倒します。右の首筋ストレッチかかってれば OK です。で、真横倒したりとか、斜め前倒したりとかして、この角度伸びるなって位置を探してあげましょう。真横倒したり、斜め前に倒したり。呼吸を止めないようにしましょう。逆いきます。左手を後ろに回します。右手で首を右に倒します。左の首のストレッチです。真横に倒したり、斜め前に倒したり、この角度伸びるなって角度探しましょう。この角度じゃなければ意味がない。この角度じゃなきゃダメだっていうのはありません。僕らズボラストレッチで全種目共通です。こうじゃなきゃダメだ。こうなってなければ意味がないとかってことありません。できる範囲で無理せずやっていきましょう。よし、OK です。あと残り2種目、もう少しです。次はですね、普段やらない。手をこうお尻あたりにこうやっておいて、で、かかとでタッチ。かかとで手をタッチ。頑張れる人は、こうやって書いてやってもいいですけど、そうするとちょっと飛んじゃうんで、ご近所迷惑にならないように、こんな感じで全然十分です。でね、かかとが手につかないよって方いいです。こうやって、できる範囲で OK です。できる範囲で。頑張れる方はしっかりかかと、手でタッチ。裏ももとかね、この背面の筋肉使ってます。全然飛べる方は、こう飛んじゃってもいいです。で、この時ね、あんまり肩にこう力入んないようにしてくださいね。肩に力。で、基本的にズボラストレッチなんで、こういう室内のね、飛ばない、自宅でできる有酸素運動を、そんなに頻繁に出してないんですけど、こういう動画がね、もし、もっとあった方が嬉しいって場合はいろんなパターン僕全然レパートリーありますので、コメントでね、もっと有酸素運動出してくれと、ご意見いただければと思います。よし、OK。最後、深呼吸していきます。もうこれ自分のペースでいいです。大きく深呼吸。もうすごいですね。僕 YouTube、こちら側でデータが見れるので、みんながみんなね、最後まで完走するわけじゃないんですよ。半分の人も、完走しないです。なんでもう、ここまでできてる時点で皆さんね、全然ズボラじゃない。素晴らしいです。そしてぜひ、3日チャレンジ、3回チャレンジね、やりますとか、初コメントです。完走できましたとか、初コメントです。今日できましたとか、初コメントの方もぜひお気軽にコメントお待ちしております。そしてぜひ、もういつも見てくださってるね、ズボラストレッチの視聴者、ズボラーの皆さんは、初コメントの方見かけたら、コメントでね、頑張りましたねって、励ましてあげたりとか、一緒に頑張りましょうねって声かけたりとか、お互いにね、コメントでいいねをおっしゃったりとかして、コメントをね、交流の場として使っていただければと思います。もう僕、これ感覚なんですけども、インスタ、ツイッター、YouTube にコメントくれたりとか DM くれてる方の方が間違いなくズボラストレッチ習慣化できてます。なので、自分のね、習慣化のためにぜひ、やったよと、できたよ、3回チャレンジやりますと、コメントお待ちしております。もうこの最後までできた時点で全然ズボラじゃない。素晴らしいです。お疲れ様でした。コメントお待ちしております。